私がギターを弾いているから、ろう者はみんな音楽が好きなのねって、そういうふうに言われることが多いです。でもそれは違います。好きだと言っているろう者がこれくらいで、嫌いだと言っているろう者がこんなに圧倒的に多いです。でもこの嫌いと言っているろう者の中には、音楽を音楽と思っていない人もいます。例えばスター・ウォーズ、有名ですよね、映画。それを見に行った時に宇宙船の戦闘シーンで流れる音楽がなかったらつまらないですよね。ですので音楽は必要なんです。ですので、ろう者が音楽を嫌う意味は何なのかを改めて考えてほしいと思っています。手話ソング。今たくさんの手話サークルで手話ソングをしていますね。サザンカ友の会さんはいかがですか？やってますか？少しって言ってるけど、本当はたくさんやってるんではないですか？ちょっとですね。で皆さんね。でも私は手話ソングが全部ダメだとは言っていません。どうぞやってください。でも覚えておいてほしいことがあります。それは今ほとんどの手話サークル、手話を覚えるために手話ソングをやっている、そういうところが多いです。次の聴覚障害者にというのは、例えば聞こえない人が見ていると思うので手話単語をつけてやってみようということです。この理解がないということなんですが、本を見て手話の単語を歌詞に当てはめて手話ソングをするということです。で、次に理解のある人の手話ソング。それはろう者が通じるように単語を変えて表しています。皆さんおいおいって知ってますか？去年の耳の日に来たグループなんですけども、手話とこんな風な踊りをします。知ってる方いますか？そこの方は知っていますね。ほとんどの方は知らないようですね。そのおいおいですけれども、手話を混ぜて表していてとても面白いです。手話ソングとは性格ちょっと違うんですけれども面白いです。この融合ということなんですが、東京の方で流行っているグループなんですけれども、手話と歌を合わせてダンスを踊ってやっています。では理想の手話ソングは何かということですが、後で話したいと思います。この日本語の文章をそのまま手話表現、イエスかノーかどちらだと思われますか？どうですか？皆さんの表情を見るとノーかなというふうに思います。こんな顔で首を振っていますね。これはね、でも内容によると思います。簡単なことでは言葉は単語を当てはめて表してもいいかなと思いますが、でも難しい内容の時は意味をつかんで言葉を変えた方がいいと思います。この批判ろう者は日本手話、日本手話知らない人もいますので後で説明しますが、このように日本語対応手話認めないとみんなが言っているっていうふうに言われることが多いですけれども、このことについても皆さんと一緒に考えてみましょう。まずこの日本手話と日本語対応手話の違いって何でしょうか？日本手話は労働士の会話に使います。
日本語対応手話はもともと日本語を話しながら日本語に合わせて手話をつける。例えば、いいですか？あなたの名前は、今手話通訳ついてますね。あなたの名前は何ですか？いいですか？これが対応手話です。でも日本手話で聞こえない人同士が会った時に、あなたの名前はなんてやりません。ほとんどがこれです。これです。何？名前は何？ってやります。これは説明すると、これ名前という意味ですね。次に顔の表情でちょっと首を振る。これが何っていう意味になります。こう眉毛をクッと上げて、それで疑問を表します。日本手話というのは奥が深いです。でもろう者同士では当たり前に使います。皆さんも興味があるならぜひ勉強してください。では今から一つ例を挙げてみます。皆さんが知っている蛍の光です。先ほど私はギターで弾いた曲です。もし日本語対応手話で表すとどうなるでしょうか？見ててください。ちょっと変ですよ。まず蛍の光、窓の雪。こんなことありますか？だって蛍は暑い頃、夏ですよね。もちろん雪ですから寒いです。蛍が死んでしまいます。これをろう者に通じるように変えて表したいと思います。意味をつかんで表します。ちょっとリズムが合わないかもしれませんが、やってみますね。いいですか？私を見てください。暗い中、ポッポッポッと蛍が光っている。その光で本を読む。ある暗くて寒い日、雪が降っている。窓を開けてみると雪が積もっている。その雪明かりで本を読む。また日が昇り、その光で本を読む。このように毎日勉強をしたという意味です。こう表すとろう者にも意味が通じます。よくわかります。それを変えなくて、蛍の光、窓の雪、文読む月日、重ねつつと表しても、なんだろう、意味がわからない。でも手の表現が綺麗だねってなってしまいます。だから本当に難しいです。単語と歌詞をきちんと合わせることは構いませんが、ろう者に通じるように表すことが大切だというふうに思います。聞こえないのにすごいと言われること。今私をギターを弾いています。すると必ず言われることは、聞こえないのにギターを弾くことは奇跡だと言われます。では皆さんにお聞きしますけれども、奇跡って手話でどう表しますか？指文字ですか？なんか硬い表情で点々と固まってますけれども、いいですか？手話の本を見ても奇跡の単語は載っていません。それは奇跡という意味が幅広い意味だからです。まず奇跡と聞いて思いつくこと一つ目は浮かべ浮かべ、体が浮かんだ、すごい、それも奇跡、すごいということですね。または病気で苦しい、もう無理だな、あの人死んじゃうかもね、治った、すごい。他には何だったかな、さっきはね話そうと思いついてたんですけれども忘れてしまいました。このように奇跡という言葉は幅広いですね。
ですので、その時々に合った意味をつかんで表すといいと思います。例えばこの不思議っていうのも、光が変わってしまったみたいに、不思議だねみたいな、それも奇跡ですよね。この不思議って、それまたすごいっていうのとか珍しい、これも奇跡ですね。その時々の様子に合った単語で表せばいいと思います。答えは一つではありません。それではちょっと話を戻して、私のことに話を戻します。私はギターを弾いています。するとみんなから奇跡だ、すごいねと言われます。でも私にとっては当たり前のことなんです。逆に言えば、健常者が聴くことができてギターを弾くことができる、これはすごいと思います。奇跡だと思います。ろう者は聞こえない、でも健常者は聞こえる、それはすごいと思います。奇跡だと思います。つまり変なことを言いますが、超能力です。この超能力の超は聞こえるという超です。聞こえる力があるということです。でも私自身では当たり前のことだと思っています。他の人からは奇跡と言われますが、私自身では奇跡だとは言いません。なぜならば私自身が思っていないからです。他の方が私を見て奇跡ということは構いませんが、私から見て健常者の方が聞こえるということは奇跡だというふうに思っています。皆さんから聞こえない人がギターを弾くことができる、どうやってと言われます。それは不思議でも何でもありません。今いろいろな場所でギター教室を開いています。そうですね、10年くらい前から各地でやっています。皆さんどんどん上達していきます。その時の様子です。これ顔を隠していますね。これは教えている時の様子です。教えている時の様子ですけども、いろいろな場所で教えています。皆さんできないのではなくて、やればできます。皆さん人前で発表できるくらいまでには必ずできるようになります。つまり私が特別ではありません。みんなやればできます。音楽を通して伝えたいこと、私は聞こえなくても音楽を楽しんでいることを皆さんに理解してほしいと思っています。それはとても音楽が好きだという気持ちをみんなに見てほしいからです。それが皆さんに伝えたい大切なポイントです。他にも聞こえない人がギターの練習を始めました。私はその方を最後まで応援したいと思います。またはバンドやユニットを組んでやっている方がいますが、そういった方々も応援したいです。たとえ僕と形が違っていても応援をしたいと思っています。では長渕剛の乾杯をやります。この曲はいろいろな場所で必ず演奏をします。木村といえば乾杯と言われています。そうそう、このぶら下がっているものなんだか知っていますか？これちょっと説明しますね。これは何かというと顔を拭くタオルです。違いますよ。これはゴムでできています。演奏しているとギターが滑りそうになります。
よくあるんです。でもこれをこうやってこの上に置くと滑りません。